不合格の人はどこですか？いました。はいどうぞ。はいどうぞ。はいどうぞ。これくれるんですか？わ本屋さん Amazon で発売中。皆さんこんにちは。日本語の森のゆかです。今日も関西弁講座やっていきたいと思います。皆さんにたくさん関西弁講座の動画見ていただいて、コメントもたくさんもらったので、無事に第4回目やっていきたいと思います。今日やるのはんだの言い方です。んだって何と思ったと思いますが、これは語尾ですね。前回も語尾の言い方勉強したんですけど、今日も語尾です。このんだっていうのは、例えば今日ご飯食べるんだ言いますね。今日ご飯食べるんだとか、今日勉強するんだのんだです。みんな関西弁と聞いたらこの言葉だと思います。なんでやねんね、なんでやねんってよく聞くと思います。このなんでやねんっていうのは、このやねんの部分ですね。今日勉強します。なんでなんだという意味なんですよ。なんでなんだ、どうしてなんだって理由がわからない時に言う言葉なんですけど、関西ではね、本当によくなんでやねんなんでやねんってみんな言ってます。本当にどうしてなのと思っているわけではなくて、相手が面白いこととか冗談を言った時に、もうバカなこと言ってるなっていう気持ちでなんでやねんを言います。このやねんの言い方、ねんがつくとね、一気に関西弁っぽくなるので、今日はこの言い方勉強していきたいと思います。はい。じゃあ早速いつものように関東の言い方と関西の言い方見ていきます。関東の言い方、例えば今からラーメン食べるんだ。いいですね。今からラーメン食べるんだ。このんだ、食べるんだ。関西弁で言うと、今からラーメン食べるねんになります。今からラーメン食べるねん。このんだをねんに変えます。それから関東の言い方、僕の彼女めっちゃ可愛いんだ。言ってますか皆さん。僕の彼女めっちゃ可愛いんだ。これは僕の彼女めっちゃ可愛いねんになります。僕の彼女めっちゃ可愛いねん。んだをねんに変えるんですね。もう一つ。ゆか先生は有名な先生なんだ。なんだの時は、ゆか先生は有名な先生やねんになります。ねんとかやねんという言い方、今日は勉強したいと思います。じゃあどういうルールがあるのか一つずつ見ていきます。ルールはそんなに難しくないです。さっき見たように、んだをねんに変えるだけです。特に動詞の時、まず見ていきましょう。例えば、学校行くんだとか、日本語の森の教科書買うんだとか、お酒飲むんだ、手紙書くんだ、言いますね。このんだをねんに変えるだけです。学校行くねん、教科書買うねん、お酒飲むねん、手紙書くねん。これだけです。関西弁っぽいですね。ねん言ってください。んだをねんに変えるだけです。ちょっと特別なルールがあって、動詞の中でもるで終わる動詞の時は言い方が2つあります。そのままるんだをる、ねんに変える言い方と、るをんに変える言い方もあります。さっき紹介したのは全部行くとかね、買う、飲む、書くみたいにるで終わらない動詞ですね。この場合はねんつけるだけ。このるで終わる場合は、例えば食べるとか走る、勉強する。これもさっきみたいに食べるねん、走るねん、勉強するねんの言い方も OK です。それともう一個言い方があって、こうですね。食べんねん、走んねん、勉強すんねんみたいに、このるをね、
んに変えてもいいです。これね。勉強するねんは勉強すんねんになります。どっちでもいいです。私はこっちの方がよく使います。食べんねん、走んねん、勉強すんねん。るで終わるときだけ2個言い方があります。簡単ですね。じゃあ次、い形容詞の場合見ていきましょう。これも同じです。い形容詞の場合もんだを年に変えていきましょう。例えば、かわいいんだ。ね、彼女かわいいんだとか、ご飯おいしいんだ。今日暑いんだ。言いますね。これも、かわいいねん。おいしいねん。暑いねん。これだけです。簡単ですね。ちょっと違うのが、な形容詞と名詞の時です。なで最後終わりますよね。その後の、んだ。これは、年に変える。同じなんですけど、なのところが、やに変わって、やねんになります。よく聞きますね。なんでやねんのやねんです。例えば、有名なんだ。ゆか先生有名なんだ。ゆか先生綺麗なんだ。とかね。ゆか先生は先生なんだ。これ全部、やねんに変わります。有名やねん。綺麗やねん。先生やねん。いいですか？ほとんどは年なんですけど、な形容詞、名詞の場合だけやねんになります。簡単ですね。わかりましたか？はい、じゃあ問題解いていきましょう。はい、まず1問目。簡単な問題からね。今日、ゆか先生に会うんだ。今日、ゆか先生に会うんだ。これは関西弁で言うとどうなりますか？そうですね。今日、ゆか先生に会うねんですね。会うねん。このんだを年に変えるだけです。今日ゆか先生に会うねん。簡単ですね。次。来月結婚するんだ。私来月結婚するんだ。これはどうなりますか？そうですね。来月結婚するねんですね。んだを年に変えるだけです。来月結婚するねん。とか、ここ、るですよね。だから、来月結婚すんねんでもいいんですね。ここの動詞の最後、るの場合は、んに変えてもいいです。来月結婚するねんとか、来月結婚すんねん。どっちでも OK です。はい、次行きましょう。このスーパー、野菜が安いんだ。このスーパー、野菜が安いんだ。安いんだは簡単ですね。このスーパー、野菜が安いねんですね。い形容詞の場合も、んだを年に変えるだけです。余裕ですね。このスーパー、野菜が安いねん。ついてきてますか？はい、じゃあ次行きましょう。明日から仕事休みなんだ。これはどうですか？明日から仕事休みなんだ。そうですね。休みなんだの時は、明日から仕事休みやねんですね。明日から仕事休みやねん。はい。ここが、な形容詞とか名詞の場合、今回名詞ですね。その時は、なんだになります。んだは、ねんのまま。でも、なは、やに変わるんでしたね。だから、休みなんだは、休みやねんに変わります。大丈夫ですか？ついてきてますか？じゃあ一番最後に、ちょっと難しい復習も入っている問題やりたいと思います。A さんと B さんの会話です。今日みんなでビール飲むんだ。今日みんなでビール飲むんだ。B さん。いいなぁ。楽しそうだね。A さんが、みんな大学の友達なんだ。一緒に行かない？と誘っています。はい、この文章、関西弁にするとどうなりますか？ちょっと考えましょうか。これは今日の授業だけじゃなくて、1回目、2回目、3回目の授業全部入ってますね。はい。
どうですか？できそうですか？じゃあ答え言っていきますね。まず A さん、今日みんなでビール飲むんだ。飲むんだ。これは今日みんなでビール飲むねんですね。飲むねん。んだをねんに変えましょう。今日みんなでビール飲むねん。B さん、いいなぁ。楽しそうだね。これ覚えてますか？前回の授業でやりましたね。楽しそうだね。このだはやに変わるんですよね。ねはなに変わるんでしたよね。だから、いいなぁ、楽しそうやなぁになります。覚えてますか？大丈夫ですか？そして A さんが、みんな大学の友達なんだって言ってます。友達なんだ。これは友達やねんですね。ここがな形容詞、名詞の場合はなんだになりますから、このなだけやに変わってやねんになるんでしたね。みんな大学の友達やねん。最後、一緒に行かない。これ1回目の授業でやりましたね。行かない。ないの形。これ関西弁で言うと、一緒に行かへんでしたね。覚えてますか？行かないはへんに変わるんでした。はい、皆さん大丈夫ですか？できてますか？上からもう一度読んでいきますね。今日みんなでビール飲むねん。いいなぁ。楽しそうやな。みんな大学の友達やねん。一緒に行かへん？はい、皆さんどんどん関西人に近づいてきましたね。皆さんからのコメントいつも楽しく読んでいます。いいねとかコメントとかたくさんしてくれると嬉しいので、ぜひお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。ほなな、おおきに、毎度、なんでやね。バイバイ。